皆さんこんにちは、小永と申します。今回紹介するビルドは、ライトニングアローデッドアイリーグスターターです。3.21 クルーシブルで全体的なバフを受けたボウビルド、2アディショナルアローをパッシブからもらうことができます。序盤から矢が2本多い状態で始められることもあって、今までボウビルド触ったことない人でも始めやすいのかなと思います。その中でもバールスキルをもらったライトニングアロー、これ見た目がすこぶり良くて、もう何回も使ってる自分でもまた使いたいと思うようなスキルへと変貌しました。ですが、序盤で矢が2本増えて、ただ見た目が良くなっただけではありません。ライトニングアローの弱点としてシングルターゲットの不足というものが使いにくい原因となっていました。これを補うために3.19、3.20で紹介したライトニングアローの動画では、ストームレインを使ってシングルターゲットを補ってきました。ですが、これから紹介するテクニックを使えば、ライトニングアローのシングルターゲットダメージを4倍以上にすることができます。キーとなるのは、ベンジャント・キャスケード、トルネードショット、アセナスマーク、そして最後にバールスキとなっています。まずはベンジャント・キャスケード 3.21 のパッチノートでこの一文が全てを変えました。先日上がったキャプテンランスの動画によると、ベンジャント・キャスケードを使用することによって、ボウビルドのシングルターゲットを2倍にすることができるというものです。詳しく説明すると、3.20 までのベンジャント・キャスケードはプロジェクタイルですね、ファイナルターゲット、この最後の敵にヒットすることでしか、プロジェクタイルが返ってくることはありませんでした。はるか昔はですね、ハイドロスフィアがナーフされる前は、ベンジャント・キャスケードと併用することで、矢が最初の敵に当たり、ピアス、そしてハイドロスフィアにヒットして、そのプロジェクタイルが返ってくる。ということで、矢がまたさらにヒットする。つまりはダメージ2倍という風になっていました。ですが、ハイドロスフィアのナーフでですね、この1秒に1回しかヒットしなくなったことで、矢が複数本あったとしても、1本だけしか返らなくて、ダメージ2倍にはならなくなってしまったんですね。今回の変更は、ファイナルターゲットとアッティエンド・オブ・フライトにおけるリターンプロジェクタイルの挙動が一緒になったということで、ハイドロスフィアのようなこのファイナルターゲット、最後の敵がいなくても、矢の距離による自動消失がですね、プロジェクタイルを帰らせるトリガーになって、矢が敵を貫通後、時間が経つと帰ってきて2倍のダメージを与えるようになりました。長くなりましたが、これは今までの挙動ですね。で、ここからが本番です。トルネードというスキルを使うことで、このダメージを2倍から4倍にすることができます。トルネードというスキルは 1.5 秒間の間、敵に当たるかのように20プロジェクタイルまでこの竜巻にヒットをします。ベンジャント・キャスケードを使うと分かりますが、プロジェクタイルがトルネードにヒットして帰ってきていることが分かります。そして、ライトニングアローというスキルを見てもらうと、敵に矢が当たった場合ですね、周囲の敵にライトニングボルトを降らせて、矢と同様のダメージが発生します。この図を見るとですね、まず LA が、前提条件として LA が2ピアスを持っていた場合、矢がまず放たれます。で、ここでトルネードにヒットしますね。これトルネードにヒットして、ライトニングボルトが発生で、これで1回のダメージですね。ワンヒット、ワンヒット。そして、トルネードをピアースして、ボスにヒットして、これで2ヒットですね。その後、ボスをさらにピアースして、ここまで行って、エンド・オブ・フライトとなっていきます。その後、ベンジャント・キャスケードの効果で、リターンを打った人に対してリターンしてくるんですね。なので、ここでさらにボスに当たって3ヒット。そして、ここを、全てのプロジェクタイルが、全てのターゲットをピアースするので、ここピアースして、さらにまたトルネードショットをこれピアースして当たるんですね。当たって、ライトニングボルトが降ってきて4ヒット。ここで計4回ダメージが発生します。これが、ダメージが4倍になる仕組みというわけですね。これを可能にするのが、ユニークのヘルメットアセナスマークですね。これにですね、スキルをセットすると、棒スキルを打つごとに、そのソケットされたスキルが勝手に発動されてですね、
トルネードをソケットした場合は、トルネードが0.3秒ごと、0.3秒のクールダウンタイムが付与されて、0.3秒ごとに、棒スキルとともに打てるようになります。このトルネードというスキル、非常に強力なんですが、セルフキャストしようと思うと、非常に使いにくい。なので、ここは SNS マークを使って自動化して、このシングルターゲットの4倍のダメージを実現しています。ここまでですでに通常のバラージ LA のシングルターゲットダメージの4倍になっているんですが、最後の一押しにバールライトニングアローがダメージを底上げします。ライブストリームの動画でクリス自身の発言でプロジェクタイルスピードを遅くすることによってバールライトニングアローが20回以上同じ敵にヒットすると言っています。もう一度バールライトニングアローを見てみると、エフェクティブネスですね。ダメージのエフェクティブネスが通常のライトニングアローの半分となっているので、実際20回以上といっても通常の矢10本分が1回のバールスキルで与えるダメージになります。ただここでトルネードを発動するとどうなるか。そうですね。ダメージが2倍になります。バールライトニングアローが発動中、すべてのものをピアスするので、ボスのみならず、ボスの上に、トルネードがあれば、それすらもピアスして、ボスにライトニングボルトのダメージと実際の矢のダメージを与えることができます。なので、クリスが言ったように20回以上ヒットする状態であれば、矢20本分のダメージが1つのバールスキルで発生します。バールライトニングアローは2回発動できるので、非常に強いですね。ここでシングル用の矢1本分のダメージを見てみると、アベレージダメージ、こんな感じで、おそらくこのバラージサポートはですね、バールライトニングアローをサポートできないので、これちょっと一旦外します。なので、アベレージダメージ 354K。354K。これをかける20すると7ミリオンのダメージを1回のバールライトニングアローで与えられるかもしれません。ですが、これだけでは終わらないんですね。これで見ると、ちょっとなんか少なくないみたいな思うかもしれないんですが、パッシブを見てみると、あら不思議、プロジェクタイルマスタリーで、ほぼ誰も使ってないマスタリーがありますね。そうです。ピアースをするごとに、矢が 20% インクリスダメージをゲットするというマスタリーになっています。プロジェクタイルディール 20% インクリスダメージを each enemy pierced。そしてですね、トルネード、このジェムを見てみると、敵にヒットするかのように、プロジェクタイルが当たると書いてあるので、おそらく、トルネードをピアスすることでも、このマスタリーが発動して、ボストルネードに合計40回ヒットですね、ヒットするので、つまりは最大 800% の、インクリースダメージが、矢1本が持つようになります。長くなりましたが、これが 3.21 ライトニングアローのシングルターゲットのバーストダメージになるかと思います。ここまではシングルターゲットに絞って、レスプロジェクタイルであったり、リデュースプロジェクタイルスピードを積んできましたが、これ逆にですね、このインクリスプロジェクタイルスピードであったり、モアプロジェクタイルスピードですね。これらを取ることによって、1回の方向転換ですね。方向転換までの飛距離が伸びてですね、それまでにピアスする回数が増えて、このマスタリーが発動してダメージが増えるということもできるので、例えばジュースドマッピング中にこの殲滅力ですね、を底上げできるかもしれません。ライブストリームでもあった通り、シミュラクラムにね、挑戦できるくらいのその殲滅力がね、バールライトニングアローにはあるかもしれません。それほどこのマスタリーと今回のバールライトニングアローは非常に相性がいいと思います。どのコンテンツ、例えばボスだったらリデュースプロジェクタイル、ファーム、ジュースドファームであれば、インクリースプロジェクタイルで殲滅力を上げたりね。どのコンテンツをやるかによってね、パッシブを切り替えてみてはいかがでしょうか。それではね、手短にバジェット POP を見てみましょう。ここ、早くいきます。まずはスキルコースですね。シングルターゲットは、この6つのリンクを使ってるんですが、このスローアプロジェクタイルは、シングルターゲット用ですね、完全に。もし先ほど言ったプロジェクタイル、インクリースプロジェクタイルスピードをやるのであれば、
スロープロジェクタイルを除いてインスピレーションをさせていただければいいと思います。で、これカウント4になるんです。やってる。で、これカウント4になってますね。はい。別に2でもいいんですけど、まあ4になってますね。で、DPS はこんな感じ。インスピレーション出れば、まあこんな感じですね。で、こちらがクリアリング用で、ライティングロー、エレダメ、トリニティ、インスピレーション、ミラージャーチャー、クリダメージですね。今回アディショナルプロジェクタイルをゲットしたので、ミラージャーチャーと非常に相性がいいと思っています。そして4ソケットオーラですね。ハンガー、ヘラルド、オブ、アイス、グレイス、プレシージョン。そして2リンクの、これはヘルメットにつけるですね。これヘルメットですね。はい、スナイパーズマーク、トルネードショット、あれじゃないですね。トルネード、パワーチャージオンクリット、そしてカリングストライクを入れています。これね、スキルツリーでここ、カリングストライク取ってるので、このトルネードにね、リンクしています。そしてパワーチャージオンクリットですね。これ後々見ると思うんですが、まあ、前回の動画、ライジングアローの動画であったり、他のボービルドの動画では、だいたいこのストームライダーのミディアムクラスターを持ってるんですが、今回ね、アセナスマークを使うということで、パワーチャージオンクリティカルがトルネードにリンクできて、こう自動化ね、パワーチャージの生成自動化できるので、ミディアムクラスターは使っていません。なので、こういう形になっています。そして211の、ガードとムーブメントスキル、あとはバフですね、ブラッドレイジとなっています。はい。これ、フレームダッシュのインテリジェンスね。もうちょい上げられますね。まあ、他のものとね、調整して、レベルは調整してください。パッシブツリーはこのような形で、まあ、基本的には一緒なんですが、やはりここですね、プロジェクタイルスピードと、このレスプロジェクタイルスピード、もしくはモアプロジェクタイルスピード、そしてインクリスプロジェクタイルスピード。ここはね、自分がやるコンテンツに合わせて調整してください。そして一番大事なのがここのクラスターですね。ピアスは絶対2つ以上必要なので、もうここで3つ取っちゃいます。そして、プロジェクタイルマスタリアル、インクリスプロジェクタイルダメージ、41 NE ピアスを。ここで取って完成ですね、このビルドが。はい、パッシブはこのような形で、まあ、それが特にないですね。はい、アイテムを見ていきましょう。これはですね。それではアイテムを見ていきましょう。武器はですね、まあ、いつものごとくラースエッセンスで、こんな感じのものを作ってください。はい。で、これはトーメントエッセンスですね。ライトニングダメージのエッセンスとライフレジ、フレンジチャージオンクリットのビルドモッドですね。ヘルメット、これアセナスマーク。これは必須ですので、これは絶対に買ってください。ボディアーマーは基本的に何でもいいですね。スペースサプレッション、ライフ、レジ。そして、まあ、インプリシットにこの2つがつけばいいんですが、まあ、この後話すと思うんですが、ミッドバジェットでヒリサイヤーに変えるので、まあ、ダメージ、別にこのインプリシットいらないなと思ったら別につけなくてもいいです。その後にヒリサイヤーにも変えてしまうので、別にここはインプリシットをつけなくても大丈夫です。グラブはシャドウズダスト。これはね、ランページのバフがゲットできて、基本的にスタッツ、クリマルであったり、クリちゃんがついていて、スタッツが非常に優秀ですね。特にランページなんかは本当にクリアリングに非常に強力なので、持ちたいグラブとなっています。ブーツはこれエッセンス、まあ、スパイトエッセンスなんですが、別にスパイトではなくても大丈夫ですね。まあ、とりあえず、ライフ、レジ、ムーブメントスピード、もしくは、スペースアップですね。あとアトリビュート。これ辺がつけば本当に何でもいいですね。アミュレットはグローバルクリットマルチとあとはマイナスマナコストですね。これはベイルドのモッドなんですけども、これはちょっと欲しいかなと思います。結構ね、インスピレーション、特にシングルターゲットか、スロープロジェクタイル、インスピレーションじゃなくて、スロープロジェクタイルとか持ってるんで、結構マナコストが重いんですね。ツリーでこのコストライフインセットスタティックプラスマナコスト。これを取っているので大丈夫だと思うんですが、このマイナスマナコストはつけといた方が無難ですね。そしてアノイントはベンジャントキャスケード。これは確実に取ってください。ただね、このベンジャントキャスケード、非常に高い。ゴールデン2つとね、まあ高いので、まあでもこれないとね、まあ先ほど言ったメカニクス、テクニックは使えないので、絶対取りたいですね。そしてテーミング2つなんですが、まあリングに関しては正直、
後回しでもいいかなと思っています。このテイミングに関しては本当にどのエレメンタルアタックビルドでも使うので、まあなかなか高いかなと思うので、まず最初、こう、アセナスは確定でゲットしてもらって、ゴールデンオイルですね。ゴールデンオイル2つ買ってもらって、まあテイミングは普通のレアリング後回しでもいいですね。で、シャドウズダスト。これはまあ安いので、そのまま買っていいです。そしてベルトがユニークのプリズムウィーブ。これはエレメンタルダメージがついて、レジもついて、ダメージもついてると。まあ、ライフがないだけで非常に優秀な、安いユニークとなっているので、買ってください。フラスクはこのような形で、まあ、いつものやつですね。クリちゃん、フラスクチャージ、ゲインと、あとはアタックスピード、クリちゃん、ムーブメントスピード、イベージョンネーティング、あとはジェイドコンボですね。ジェイドスティブナイトでイベージョンを高めて、ダイヤモンドでクリティカルを稼ぐという形になっています。はい。スモールクラスターは、サブライムフォーム、グレイスですね。グレイスのやつがついた3パッシブのマナリザベーションですね。そして、もう一つは、これは本当に何でもいいですね。まあ、レジ、ライフ、アトリビュート、そんなのでいいと思います。バジェット POB の紹介はこのような感じになっています。レベリングツイリーはね、ここにあるので、各自ご覧ください。レベリングのジェムに関してもここに載っているので、まあね、参考にしてやってもらえばなと思います。次に、ミディアムバジェットですね、のものとなっています。まあ、これを見たら、まあ、40ミリオンって書いてあるので、まあ、結構ダメージ上がったんだなと思ってください。セットアップしては、2ラージクラスターですね。2ラージクラスターの3ミディアム。まあ、見たら分かる通り、インスパイアランニングをここで持っています。スキルの構成は、まあ、変わらないですね。4オーラが、エンライトレベル3でリンクされています。これエンライトレベル3必要ですね。その他、まあ、21、20のスナイパーズマックであったり、まあ、オルトクオリティですね。オルトクオリティのものであったり、アウェイクンドジェムやったり、そういうものを買っていけばいいと思います。これは特に、珍しいものはないですね。ミラージュアーチャーもね、これアルノマラス持つと非常に強力です。次は、まあ、先ほどと同じこのような形になっています。さて、アイテムですが、まあ、ラースエッセンスですね。これをスパムしてもらって、まあ、2つファイアとコールドがついたエレメンタル棒をゲットできればいいかなと思います。そこの後に、プレフィックスキャノットビーチェンジドをクラフトしてもらって、ビルドカオスを打って、まあ、クリットチャンスがアタックスピードのものをゲットしてもらって、つかなかった方をクラフトするという形で作りますね。なので、まあ、最低2ディバインですね。クイーバーは先ほどのスタッツにボーファイアタックスファイアアディショナルアロー。これが、まあ、ついたものを買うといいかなと思います。これあんまりね、自分でクラフトするっていうよりはもう買っちゃった方が早いかなと思うので、まあ、1ディバインぐらいすると思うんで、まあ、パパッと買ってもらえばいいかなと思います。アセナスマーク。これね、エンチャントちょっと月の方がいいですね。特にリザベーション系が厳しいので、ボディアーマーとヘルメットユニークを使ってるので、エッセンスのマナーリザベーションが積めないということで、エンチャントこれ、リザベーション追記がいいですね。はい。まあ、買うか、自分でつけるか、頑張ってください。ボディは先ほどのレアと変わって、ヒリスアイヤー。これはね、アディットコールドダメージが強いのと、30% もサプレススペルダメージもらえるのでね、まあ、ユニークを結構使ってるので、サプレスきつかったんですが、このボディアーマーで、まあ、一気に解決。ただ高いんですね、これ。高いんですが、まあ、ちょっと頑張って、ミディアムバジェットなので買ってください。シャドウズダストは継続で、ブーツと、アミュレットは、まあ、大体同じですね。で、テイミング2つとプリズムウィーブ。ここも変わってないです。なんで、ユニークは、まあ、ほぼほぼ変わってなくて、ボディアーマーだけって感じですね。フラスクもノーチェンジで、ジュエルに関しては、このウォッチャーザイですね。アンガーのクリマルがついたウォッチャーザイと、あとインスパイアラーニング。この2つはちょっと高めですが、絶対に買ってください。ミディアムクラスターは、クリティカルチャンスの、クラスターと、プロジェクタイルダメージのクラスターですね。これはオルタレーションでこねて作ってください。ラージクラスターに関しては、ラージクラスターに関してはちょっと作り方があってですね。まあ、基本的には、アタックフォッシル。フォッシルでクラフトをしてもらうのがいいんですが、何がつけばいいかというと、
マーシャル・パーネス、フューザーファイト、午後と、マーシャル・パーネス、フィーザー・フューリー、マナリーチですね。マナリーチとライフリーチはそれぞれ別々でついているものがいい点かなと思います。そしてですね、この一番上につくノータブルなんですが、これ今、カラミタスなんですが、これカラミタスじゃなくてもいいんですね。カラミタス、もしくはデバステイター、ドライブ・ザ・ディストラクション。この上の3つですね。この上の3つがつけば、この欲しいノータブルたちが下の2つに来るので、結構いろいろな組み合わせで作れますね。買ってもいいですし、先ほど言ったダックフォッシュで回してもらっても大丈夫です。ノーマルジュエルたちは、レジ、ライフ、クリット、マルチですね。一つだけマナリザベーションを積んでいます。これちょっとね、マナリザベーションがね、低すぎるとトルネードの発生がちょっと遅れちゃう可能性があるので、できるだけこう高めに保つようにしています。なので、一つだけね、マナリザベーションエフィシェンシー付きのを買ってもらえばいいかなと思います。駆け足になりましたが、これで、バジェットとミッドバジェットの説明になります。これね、この DPS が本当かどうかは、実際にプレイしてみないとわからないです、正直。バールライティングアローとこのピアスのコンボですね。これとかもですね、実際に、プレイしてみて、本当にこのダメージがあるのか、先ほど言った800インクリスダメージがあるのかというのはね、ちょっと実際にやってみないとわからないので、3.21 スタートしたら楽しめばいいんじゃないかなと思います。最後にですね、このライトニングアローデライリーグスターター、おそらくアイスショットのヒートシバービルドよりダメージ出る、もしくは、トルネードショットのヒートシバーより、ダメージが出るかもしれないです。それぐらいこのポテンシャルを秘めているものだと思ってください。ただ実際にプレイしてみて、そのポテンシャルないかもしれないですね。そこは、これからのリーグということで、その道感もね、含めて、ライトニングアロー、リーグスターターをこう触ってみてはいかがでしょうか。本当であれば、アイスショットのリーグスターターのビルドガイドを出したかったんですが、ちょっと時間がなくなってしまったので、アイスショットのね、POB は、この、ディスクリプションに貼っておくので、もしよろしければね、そちらも確認してもらって、レベリングであったり、アイテムの作り方であったりなどは、3.21 のトルネードショットリーグスタータービルドガイドという別の動画を出しているので、そちらでね、詳しく説明していると思うので、合わせて動画をご覧いただければいいかなと思います。アイスショットのビルドに関しても、ほぼほぼ同じようなギアをトルネードショットで使っているので、そちらを見てもらえると、アイスショットの POB がよくわかるようになるかなと思います。長くなってしまいましたが、これが最後の最後ですね。はい。おそらく自分はライトニングアローでリーグスタートをすると思います。もうこのバールライトニングアローを遊んでみたくてしょうがなくなりました。これを考えてる間。なので、皆さんよろしければ、Twitch でもね、配信していますので、覗きに来てコメントしてもらえると嬉しいです。3.21 クルーシブルリーグでお会いしましょう。それではまた。